イムラーンはこう述べました。私たちはかつて預言者ムハンマド様、彼にアッラーの平安と祝福あれと共に旅をしていました。夜更けまで旅を続け、そして私たちは眠りに落ちました。旅人にとって、夜の終わりの眠りほど甘いものはありません。私たちが目を覚ましたのは、太陽の熱によってでした。最初に目覚めたのは誰それ、次に誰それ、そして誰それでした。アブー・ラジャーは彼らの名前を挙げていましたが、アウフは忘れていました。4番目に目覚めたのは、マル・ブン・アル・ハッターブでした。預言者ムハンマド様、彼にアッラーの平安と祝福あれが眠りにつかれると、誰も彼を起こしませんでした。彼が自ら起きられるまでです。なぜなら、私たちは彼の眠り中に何が起こるか、啓示が下るかを知らなかったからです。ウマルが目覚め、人々の状況を見て、彼は厳格な人物でしたので、アッラーフ、アクバル、アッラーは最も偉大なりと唱え、その声を高くしました。彼は声を上げ続けて唱え、その声で預言者様が目覚めました。預言者様が目を覚ますと、人々は彼らに起こったこと、礼拝を逃したことを訴えました。すると、彼は言いました。心配はいらない。出発しなさい。そこで彼らは出発し、少し進んだところで立ち止まりました。彼は清めの水、ウドゥーを求め、ウドゥーを行いました。そして礼拝の呼びかけ、アザーンがなされ、彼が人々の礼拝を導きました。彼が礼拝を終えると、一人だけ離れて座り、人々と共に礼拝をしなかった男性がいました。彼は尋ねました。お前はなぜ人々と一緒に礼拝をしなかったのか。その男は答えました。私は準備、大不浄でしたが、水がありませんでした。預言者様は言いました。清らかな土を使いなさい。それがお前にとって十分である。その後、預言者様が旅を続けると、人々が喉の渇きを訴えました。彼は立ち止まり、誰それという男性、アブー・ラジャーは名前を挙げていましたが、アウフは忘れていましたとアリーを呼び、行って水を探しなさいと命じました。二人が行くと、ラクダに乗った女性に出会いました。彼女は二つの水の袋をラクダに乗せていました。二人は彼女に、水はどこにありますかと尋ねました。彼女は答えました。昨日この時間に水のある場所にいました。私の部族は私の後ろにいます。二人が彼女に、私たちに同行してくださいと頼むと、彼女は、どこへと尋ねました。二人は、アッラーの使徒のところへと答えました。彼女は、新しい宗教を始めたものと言われている人のことですかと尋ねました。二人は、そうです。その方です。さあ、来てくださいと答えました。二人は彼女を預言者様のもとに連れて行き、すべての話を伝えました。預言者様は彼女をラクダから下ろさせ、器を求め、水の袋の口から水を少しその器に移しました。そして、水の袋の大きな口を閉じ、小さな口を開けると、人々に、飲み、水を汲みなさいと呼びかけられました。人々は皆飲み、動物たちに水をやりました。最後に、準備の状態にあった男性に水の入った器を与え、それをお前の体にかけなさいと言いました。女性は、自分の水に何が起こっているのかを立ち止まって見ていました。アッターにかけて、彼女の水袋が返された時、それは最初に水を注ぎ始めた時よりも満ちているように私たちには思えました。そこで預言者様は私たちに、彼女のために何か集めてやりなさいと命じました。ナツメヤシ、小麦粉、サウイーク、いった大麦粉が集められ、十分な食事となり、布に包まれました。彼女はラクダに乗せられ、その布も彼女の前に置かれました。預言者様は彼女に言いました。私たちがあなたの水を減らしたわけではない。アッターが私たちに水を与えてくださったのだ。彼女が部族のもとに遅れて帰ると、人々は尋ねました。なぜ遅くなったんだ。彼女は不思議なことがありました。二人の男に会い、サビと言われる男のところに連れて行かれました。彼はこのように、あのようにしました。アッターにかけて、彼はこの大地と空の間で最も偉大な魔術師か、あるいは本当にアッターの使徒ですと答え、中指と人差し指を空に向かって上げながら言いました。その後、イスラーム教徒は彼女の周辺の多神教徒を襲撃しましたが、彼女の部族には決して手出ししませんでした。ある日、彼女は部族の人々に、この人々は意図的に私たちを避けているようだ。イスラームを受け入れるつもりはないか、と尋ねると、彼らは彼女に従い、全員がイスラームを受け入れました。サヒーフ・アルブハーリー344。ハディースとその恩恵の説明。このハディース、預言者の原稿録で、イムラーン・ブン・フサイン、彼にアッターが満足されますようには語っています。彼らは預言者ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれと共に旅をしており、夜の間を歩き続けました。彼は言いました。夜の終わりになった時、私たちはその休息をしました。彼らは夜の終わりに、休憩と睡眠のためにおりました。旅人にとって、それほど甘い休息はない。
それは、夜の旅と歩行の疲れの後の深い眠りだったからです。そして私たちを目覚めさせたのは、太陽の熱だけでした。このことは、彼らがぐっすりと眠り込み、ファジュル、暁の礼拝の時間に起きず、太陽が昇り、その熱が増すまで眠り続けていたことを示しています。その熱が彼らを眠りから目覚めさせたのです。最初に目覚めたのは誰それ、次に誰それだった。アブー・ラジャーは彼らの名前を挙げていたが、アウフは忘れていました。アブー・バクルとウマル・ブン・アルハッターブも、目覚めた者の中にいました。預言者ムハンマド様、彼にあった平安と祝福あれが眠りに疲れると、私たちは彼を起こしませんでした。彼が自ら目覚めるまでです。なぜなら、彼の眠り中に何が起こるか、啓示が下るかを知らなかったからです。ウマルが目覚め、人々が置かれている状況、ファジュルの礼拝に起きられなかったことを見て、彼は強靭で声の高い男だったので、アッラーフ・アクバル、アッラーは最も偉大なりと唱え、その声を高くしました。これは彼の知恵の深さを示しており、その声が預言者様を目覚めさせることを知っていたからです。彼は大声でアッラーフ・アクバルを唱え続け、ついにその声で預言者ムハンマド様、彼にあった平安と祝福あれが目覚めました。預言者様が目を覚ますと、人々は礼拝を逃したことを彼に訴えました。預言者様は言いました。ライル街はないあるいは、ヤディール街にならない。この眠りと礼拝の遅延には、あなた方にとって害はないという意味です。アルタヒルー、出発しなさいと彼は命じました。つまり、旅支度を整え、その場所を離れなさい。ということです。おそらく、そこは彼らが眠り込む原因となった悪魔がいた場所だったからでしょう。彼は出発し、眠り込んだ場所から少し離れたところで立ち止まりました。そして、預言者様と彼に同行した人々は、乗り物から降り、ウドゥー、清めをするよう求め、ウドゥーを行って礼拝の準備をしました。そして、礼拝の呼びかけ、アザーンがなされ、人々は礼拝を行いました。この礼拝はカダー、後日行うこととしてのファジュル礼拝でした。彼が礼拝を終えた時、礼拝を終えて人々から離れると、一人の男が一人で離れており、礼拝者たちから離れた場所にいたので、彼は言いました。お前はなぜ人々と共に礼拝をしなかったのか。その男は答えました。アッターの使徒よ、私はジュナーバ、大不浄の状態でした。ジュナーバとは、精液を排出したり、妻と交合したりした後に起こる状態を指します。その状態では、ぐする、全身の清めの儀式が必要で、ウドゥーだけでは足りません。そして、その場所にはグスルを行うのに十分な水がありませんでした。預言者ムハンマド様、彼にあった平安と祝福あれは言いました。サイード、清らかな土を使いなさい。それはお前にとって十分である。つまり、水がない場合はタイヤムム土による清めがグスルの代わりになる、ということです。ハディースは続きます。その後、預言者ムハンマド様、彼にあった平安と祝福あれが旅を続けると、人々は喉の渇きを訴えました。彼は立ち止まり、誰それという男性、アブー・ラジャーは名前を挙げたが、アウフは忘れていましたとアリーを呼び、行って水を探してきなさいと命じました。イムラーン、彼にあったが満足されますようには言いました。二人は出発しました。すると、ラクダに乗った一人の女性に出会いました。彼女は、マザーダタイン、大きな革袋、あるいはサティーハタイン、二つの水の袋を持っていました。二人は彼女に尋ねました。水はどこにありますか？彼女は言いました。昨日、この時間に水のある場所にいました。私の部族の男たちは留守です。二人は彼女に、それならば、私たちと一緒に行きましょうと頼みました。彼女は、どこへと尋ねました。二人は、アッラーの使徒のところへと答えました。彼女は、サビ、他の宗教に移ったものと呼ばれている人のことですかと尋ねました。当時のアラブ人は、クルアーンの啓示を受けた預言者様がクライ種族の宗教からイスラームに移ったので、このように呼んでいました。二人は、あなたが言っているその人です。さあ、行きましょうと答えました。二人は彼女を預言者ムハンマド様、彼にあった平安と祝福あれのもとに連れて行き、一連の話を彼に伝えました。預言者様は、水を少しもらうために、彼女にラクダから降りるように求めました。預言者様は器を求め、二つの水の袋の口からその器に水を注ぎ、袋の口を結びました。そして、水の袋の下部の口を開けました。そこから水を取り出しやすくなるからです。そして、人々に、水を飲み、水を汲みなさいと呼びかけられました。人々は水を飲み、彼らの家畜にも水をやりました。彼らが必要なだけの水を汲みました。この文章では、サカ、彼に水を飲ませたと、イスタカ、彼に水を汲ませたという言葉が使われています。前者は人々自身に水を飲ませることを意味し、後者は彼らの家畜などに水を飲ませることを意味すると言われています。そして、その最後、大不浄の状態だった男性に水を満たした器を渡して、言いました。それを持って行き、自分の体にかけてきなさい。つまり、完全に清めるために、ぐする、全身の清めの儀式をするように、
ということです。女性は立ち止まり、預言者ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれが彼女の水で何をしているのかを見ていました。イムラーン、彼にアッターが満足されますようには言いました。アッターにかけて、人々が彼女の水袋から必要な水を取り終えた後、私たちは、彼女が最初に来た時よりも水が満ちているように感じました。このことは、女性が持ってきた水よりも多くの水が、2つの袋に戻ったことを意味します。これは、アッター、最も栄光あるお方がその水に与えられた祝福であり、預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれへの栄誉として、水は減ることがなく、まるで何も取られなかったかのようでした。その後、預言者ムハンマド様は教友たちに言いました。彼女のために何か集めてやりなさい。これは、彼女が水を与えてくれたことへの感謝として、持っている食料や物資を彼女に与えるように、ということです。彼らは、アジュは熟したナツメヤシ、ダキイカ、細かい小麦粉、そしてサウイカ、粗い小麦粉など、様々な種類の食べ物を集めました。アジュワは熟したナツメヤシの一種で、ダキイカは細かい小麦粉の一種、サウイカは小麦や大麦から作られる粗い小麦粉の一種です。彼らはたくさんの食料を集め、布に包んで結びました。そして、彼女を再びラクダに乗せ、その布を彼女の前に置きました。その中に食料が入っていました。預言者ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれは彼女に言いました。アッターにかけて、我々はあなたの水を全く減らしてはいない。しかし、アッターが私たちに水を与えてくださったのだ。アッター、偉大で崇高なお方が、彼女が持っていた水から、私たちに恵みを与えてくださったという意味です。イムラーン、彼にアッターが満足されますようには語りました。彼女は部族のもとに帰り、到着が遅れました。人々は尋ねました。なぜ遅れたのだ？彼女は、不思議なことがありました、と答えました。彼女は、自分に起こった不思議な出来事が、自分を遅らせたと語りました。そして、預言者ムハンマド様のもとで起こった出来事を彼らに話しました。彼女は言いました。アッターにかけて、彼はこの大地と空の間で最も偉大な魔術師か、あるいは本当にアッターの使徒です。そして、彼女は中指と人差し指を空に掲げました。これは、預言者様が強力な魔術師か、あるいは本当にアッターの使徒であるという二つの可能性を意味しています。イムラーン、彼にアッターが満足されますようには語りました。その後、ムスリムたちは彼女の周辺の多神教徒を襲撃しましたが、彼女の部族には手出ししませんでした。彼らは敵を攻撃し、彼らに危害を加えましたが、この女性の部族だけは、預言者様との立場を考慮して意図的に残しました。部族、シルムとは、ラクダと共に水のそばに集まって暮らす共同体のことです。ある日、彼女は部族の人々に言いました。私は、あの人々が意図的に私たちをそのままにしているように思える。イスラームに入るつもりはないか。彼らは彼女に従い、イスラームに入信しました。このことは、彼女が自分の部族にもたらした祝福でした。このハディースには、教友たち、彼らにアッターが満足されますようにの預言者様への敬意の深さ、そして預言者様が示された奇跡、善行を成した者への報い、困難な状況下でも人々への安楽と寛容さを示すこと、そしてこの女性の功績が彼女の部族の入信につながったことが示されています。このハディースから得られる教訓と利益は以下の通りです。彼にアッターが満足されますようにが預言者ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれを起こした行動に見られるように、目上の人に対して敬意を払うことの好ましさ、信仰上の義務を怠ったことへの後悔を示すこと、預言者様が害はないと言われたように、居眠りなどの過失なく礼拝を逃したことには罪はありません。再度土を使いなさいという言葉から、大不浄、ジュナーバーの者が水を見つけられない場合、タイヤムム土による清めを行うことが許されること。学識者が、ある行為をした人物にその理由を尋ね、正しい指導を与えることの好ましさ。非難する際には、優しさと思いやりを持って接することの好ましさ。正当な理由なく、礼拝者がいる前で礼拝を怠る者を非難すること。逃した義務的な礼拝は、実行うことが必須であり、遅延によってその義務が消えることはないこと。正当な理由なく遅らせることは、罪となります。ある土地で宗教的な試練、フィットナーに直面した場合、自分の信仰を守るためにそこから離れるべきであること。逃した礼拝のためにアザーン、礼拝の呼びかけを行うことの好ましさ。逃した礼拝を共同で行うことが許されること。不浄であると確信がない限り、多神教徒が所有する器を使用することが許されること。集団礼拝を奨励すること。困難な事態に直面した際、民が指導者に不満を訴えることが許されること。逃した義務的な礼拝を後日行うことの正当性と、それが遅延によって消滅しないこと。このハディースに含まれる預言者様の証拠と奇跡。人々がウドゥを行い、水を飲み、家畜に水を与え、一人の男がぐする、全身の清めを行った後も、
二つの水袋が預言者様の祝福によって満たされたままであったこと。死んだ動物の皮は、舐めすことによって正常になること。この水袋は、多神教徒が屠殺した動物の皮から作られており、彼らの屠殺は死肉、撒いたとみなされますが、舐め死によって皮が正常になりました。差し迫った必要性がある場合、特に持ち主に害を与えないならば、他人が所有する水を取ることが許されること。自分の渇きを癒すためなら、たとえ力ずくでも水を取ることが許されます。なぜなら、それは自分自身を渇きから守ることであり、持ち主に害を与えないからです。舐めされた死んだ動物の皮の中にある水が正常であること。多神教徒の屠殺は不浄で禁じられていますが、皮は不浄なものを除去する舐め死によって清められました。